皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。ロシア本国領クルスク州に対する越境攻撃を行っているウクライナ軍。現在のところロシア軍の反撃は組織だった大規模なものではなく、ウクライナ軍はさらに制圧地域を拡大中です。今回の動画では、クルスクの戦いの現況についての情報を更新するとともに、ウクライナと欧米との間における供与兵器の規制に対する攻防も解説していこうと思います。それでは、クルスク州における戦い現状どうなっているのか、地図を見ながら情報を更新していきましょう。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、水色に塗られている部分がウクライナ軍が制圧しているロシア領です。この地図の上に現在のウクライナ軍の進軍ルートを赤い線で書き入れました。当初越境攻撃が始まった頃においては、ロシア軍の大規模な反撃などもあって、ウクライナ軍が速やかにこの地から叩き出されるといった意見もネット上には見られたのですが、現在のところ、ロシア軍の迎撃態勢は不十分であり、ウクライナ軍の制圧地域はなおも拡大中です。なお、この地図の中では、町の名前としてはスジャだけを入れています。その他の町については、さほど大きい町とは言えず、集落の類ですから、泥沼の市街戦に突入するような、そうした地域ではありません。そして、現在ウクライナ軍が攻撃しているスジャのこの町についてなのですが、わざわざこの町だけ名前を表記しているのは、クルスク州の州都クルスクに向かう、そのルート上にこの町があるからです。ロシア側もそのことを考えて、スジャの町を守っているようなのですが、町の周囲におけるウクライナ軍の制圧地域が広がっているため、ロシア側はこの町を守りきるのは困難な状況になりつつあります。それ以外の場所においては、ウクライナ軍は前進を続けています。一方でロシア側なのですが、ウクライナ軍を押し返すだけの戦力が集まっておらず、基本的な戦術として待ち伏せ攻撃が主体となっています。現在のところ防御陣地はありませんが、林の中に潜んでいて、前進してきたウクライナ軍を待ち構えるといった攻撃で、装甲車を撃破する映像などもロシア側からはいくつか出ています。ただし、現在のところロシア側の動きは連携が欠けていると見られています。というのも、軍と SFP の間における主導権争いが発生しており、全体的な作戦はうまくいっていないようなのです。クルスク州の知事は現在の状況について、どこに自分たちの味方の部隊がいるのか全く教えられておらず、現状をつかむのはちょっと困難だという話をしています。そのため前日においては、プーチン大統領に対して、ウクライナ軍が制圧している地域は集落が28、面積としては480平方キロメートルだと話していました。ところが今日になってウクライナ側のシルスキー総司令官がウクライナ軍が現在制圧しているその面積は1000平方キロメートルだと話しています。両者の間にかなりの情報格差があると見られます。このような状況を少しでも改善しようとして、プーチン大統領は軍と FSB の取りまとめを行う調整官として彼の側近の人物を任命したそうです。ただ、軍歴としても不十分だといった話もあるので、果たしてこの調整官がうまくこの地域におけるロシア軍を律することができるかは結構不透明な状況です。現在ウクライナ軍はクルスク州において制圧地域を拡大中です。この進撃中の部隊たちは決してある日突然湧いて出たわけではありません。以前からこの周辺に展開していました。そのことはロシア側も把握していました。しかし、ロシア側はあくまでもこれらの戦力はウクライナ軍が国境を固めている、つまり守りのための部隊だと思い込んでいました。なぜそのように思い込んでいたかといえば、ウクライナ側の情報工作が成功したからだと言われています。まず第一にその前提条件として、ロシア軍がハルキウを目指して攻勢を仕掛けました。現在でもハルキウ戦線における戦いは継続中です。それと同時にウクライナ側が出してきた情報というのが、ロシア軍はハルキウだけではなく、クルスク州からもウクライナに向けて侵略を行ってくるというような警戒情報をたびたび出しました。つまりロシア側から見れば、ハルキウだけではなく、まだ攻めかかる予定もないような地域において、ウクライナ軍が勝手に警戒してくれていると思い込んだわけです。このためにクルスク州と接している地域にウクライナ軍が展開していても無駄な努力をしていると評価していたわけです。かくして油断していたロシア軍の部隊をウクライナ軍は一気に突破し、
現在の占領地域拡大へとつながっているというわけです。そして、うまく突破することができた後においても、現在のところロシア軍を圧倒しているのは準備万端だったといったことも指摘されています。ウクライナにおける主戦場は東部戦線です。これらの地域においては、最新の技術を双方が投入し、戦いを続けています。特に技術競争が激しいのが、ドローン周りの技術です。ドローンそのものを使う技術もそうですが、ドローンを相手に使わせない妨害の技術も競い合っています。しかし、主戦場ではない北部国境においては、そうしたドローンを妨害する装置について型遅れもしくは技術者がいなかったこともあって、ウクライナ側と圧倒的な技術格差が発生しました。現在の戦場における主な戦い方としては、まずはドローンで偵察・監視を行い、敵方の動きを把握します。その上でどこを攻めればいいか、そしてドローン自体でも攻撃するといったことを組み合わせることによって戦いを有利に進めます。ですから、技術格差をもとにした戦い方の違いといったものが、現在のクルスク州におけるウクライナの優勢を支えているのです。そして、ウクライナ軍が前進することによって発生しているのが、このクルスク州の住民の避難です。避難民の数は増加し続けています。当初伝えられていた避難民の数は7万6千人。次に出てきた数値が12万1千人。そして今日報道されていたクルスク州における避難民の数は18万人に上るだろうと言われています。この12万人から18万人のこの間の6万人は、これから避難を呼びかけ、そして実施される人数を足し算したものです。ですから、今18万人避難しているわけではなく、これから6万人の避難計画が実施されるのです。ウクライナ軍が確実に前進し、戦闘地域が近づいてきた地域に次々と避難命令が発令されるわけです。そして、ウクライナ軍が前進することによって、ウクライナが取りたい行動があります。それは、従来よりもより前に出た上で、ロシア軍の空軍基地や陸軍基地に対するミサイル攻撃を行いたいのです。使いたい兵器は、イギリス、フランスから供与された巡航ミサイル、ストームシャドウやスカルプ、そしてアメリカから供与されたエイタクムスミサイルです。どちらも射程距離は300キロ近くありますから、これだけの距離を射程圏内に捉えれば、より遠くの空軍基地なども狙えるようになります。しかし、未だにこの外交交渉はうまくいっていないようです。今日の報道においては、イギリスがストームシャドウを使ったロシア本国領空軍基地に対する攻撃は許可できないという話をしている。そうした内容の報道がされていました。そして、アメリカによるエイタクムスミサイルの使用についても、ホワイトハウスの方針に変更はなしとして、未だに使用許可が出ていないというニュースが出ています。ハイマースの初期から供与されている射程80キロ程度の弾については、ロシア本国領に使用できているのですが、300キロのものについては、お断りというのは、ウクライナにとっては酷な話だと思います。ウクライナは国産のミサイルとしては、現在、地対艦ミサイルネプチューンを地対地ミサイルとしての改造を進めています。しかし、戦争をしながら開発を行い、しかもそれをどんどんと生産するといったことは非常に困難なものです。テスト的にいくつか作ったものをクリミア半島攻撃に使っただけで、なかなかまとまった戦力としては考えられません。一方において、遠距離攻撃という意味では、ウクライナ軍は大型のドローンなどを元にして遠距離攻撃を行っているのですが、ミサイルよりもドローンはどうしても速度的には遅いもので、対空機関砲などで撃墜もされてしまいます。こうしたウクライナの苦しいところを見れば、国産の兵器、特に自分でどれだけのものを作っておくかということの大事さを示しています。アメリカやイギリスは現在の戦況をさらに後押しするためにも、巡航ミサイルやストームシャドウやエイタクムスミサイルのロシア本国領に対する使用を許可してほしいものです。なお日本の話ですが、12式地対艦ミサイルの改造版が来年あたりから製造が開始されます。これについては射程距離は1000キロ。周りが海で囲まれている日本の場合だと、射程距離もこのぐらいは必要です。あとは、ウクライナとロシアとの戦闘も見ればわかりますが、ミサイルがあったとしても、数もそれなりに必要だということが教訓としてあるわけなので、性能だけではなくどれだけ安く大量に作れるかといったところも研究開発を進めてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひとも
もチャンネル登録して、国際情勢についての情報更新をこのチャンネルで行っていってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。